こんにちは、庄司です。今日は股関節や骨盤を整える月礼拝を行っていきます。夜寝る前にもおすすめのルーティンです。リラックスしながら行っていきましょう。それでは早速準備運動から始めていきます。あぐらの姿勢を作ったら、両手を組んで頭の上に伸ばしましょう。そのまま必要があれば軽く左右に揺すって、ご自身の体側を優しく伸ばしていきましょう。肩は上がらないように気をつけます。吐く息で両手お腹の前に下ろして背中を丸めて目線はおへそです。吸って両手天井方向。呼吸を続けながら左右に揺すって体側を伸ばしたら、吐きながら両手解放、背中の後ろで両手をキャッチ。呼吸を続けながら両手後ろにぐっと引っ張って左右に揺すって肩甲骨を寄せながら胸を開きます。次の吐く息で上半身を前に倒しましょう。両手ぐっと上に突き上げて、吸う息で手に引っ張られるようにゆっくりと起き上がります。吐いて両手解放。もう一度繰り返します。両手を組んで天井方向へ上下に引っ張り合うようなイメージ。吐きながら両手をお腹の前、背中しっかり丸めましょう。吸って両手天井方向です。心地よく伸びて、吐きながら両手解放、背中の後ろで両手キャッチ。吸って両手ぐーっと引っ張って胸を開きましょう。吐きながら股関節から折り曲げて、頭の力を抜きます。吸って手に引っ張られるように起き上がってきて、吐いて両手解放。続いて仰向けの姿勢を作りましょう。仰向けになれたら両膝を立てます。足先を床から浮かせて、右の手で右の膝を、左の手で左の膝をキャッチ。両手で大きな円を描くようにして、股関節周りをほぐしていきます。可能な限り膝が遠くを通るように大きく動かしていきましょう。ちょうどいいタイミングで反対回し行っていきます。ゆっくりと動きを止めたら、両膝胸の前で抱えます。ガス抜きのポーズでお腹に何回か呼吸を入れていきます。吐く息で両膝ご自身の方に近づけて、背中の優しい広がりを感じましょう。続いて両手をほどいたら、両方のかかとを天井方向にぐーっと押し出します。可能な限り膝は伸ばした状態で、両手膝の裏のあたりに軽く添えてそのままキープしましょう。ふくらはぎのあたり持っていただいても OK です。お好きなところに手を当てて呼吸を繰り返します。余裕のある方は両方の足、ご自身の方にほんの少しだけ近づけましょう。ゆっくりと両手解放、両膝も曲げて、続いてうつ伏せの姿勢を作りましょう。うつ伏せの姿勢になったら、両方の肘、肩の真下に来るようにセット。スフィンクスのポーズです。まっすぐ前を見て、背中を少し反らせます。軽くお尻にも力が入っている状態です。両方の足はまっすぐ後ろに伸ばしましょう。
お好みで手1個分ご自身の方に近づけて、手で床を押してコブラのポーズに入っていただいても構いません。この時は骨盤が床から浮かないように気をつけましょう。今日のご自身の体調に合わせてお好きな方のポーズを選びます。どちらのポーズも手に体重をかけすぎず、背筋とお尻の筋肉を意識します。続いて両手胸の横、手で床を押して四つん這いを経由してチャイルドポーズに入ります。お尻はかかとの上、おでこは床、両手は前に心地よく伸ばします。リラックスのポーズ、チャイルドポーズでそのままキープ、呼吸を続けます。背中を丸めて、肩の力も楽に抜きましょう。上半身の緊張をほぐしてくれるチャイルドポーズ。両手背中の後ろでキャッチ。吸う息で手に引っ張られるようにゆっくりと起き上がってきて、吐いて両手解放しましょう。それではゆっくりと立ち上がって、早速月礼拝行っていきたいと思います。両足腰幅ぐらい開いて、両足の中指まっすぐ前を向かわせた状態です。両手は体の横、吸う息で両手天井方向へ、両手キャッチ。吐きながら左に倒して二の腕越しに天井を見ます。吸う息で真ん中に戻ってきて、吐きながら右に倒しましょう。真横に倒します。吸う息で真ん中に戻ってきたら吐きながら合掌を胸の前に下ろします。足幅を肩幅の2倍ぐらい広めにとっておきましょう。足の向きは両方とも外側45度です。吐きながら両膝を曲げていきます。膝が内側に入らないように気をつけましょう。両腕外側に開いて肘は90度です。両手の親指と人差し指つないでいただいても OK です。胸を開いた状態で女神のポーズです。吸う息で両膝を伸ばして、吐きながら両手床と平行。左足は左の方へ、右の足はまっすぐ前に向かわせます。呼吸を続けながら上半身股関節から左に倒して三角のポーズです。左の手は左の足の前側に軽く触れる程度です。右の手は天井方向に向かわせて右手の先を見ましょう。右の体側、心地よい伸びを感じます。トリコナーサナ三角のポーズ。股関節のサイドまで心地よい伸びを感じましょう。息を吐きながら目線まっすぐ前に戻します。吸う息で上半身も起き上がってきて、吐きながら両手ゆっくりと下ろしましょう。呼吸を続けながら体ごと左足先の方に向かわせましょう。後ろの右の足は斜め45度を向くようにセット。骨盤が左足先の方を向いていることを確認したら、吐きながら股関節から折り曲げて上半身床と平行まで下ろしましょう。この時体がぐらつきやすい場合は両方の足左右で幅を取りましょう。両手胸の前で合掌を作るか、左足の両サイドにカップハンズで下ろしてさらに前屈を深めます。足全体のストレッチのポーズ、片足前屈のポーズです。前の膝を曲げるようにして後ろの足ステップバックして膝を下ろします。足の甲楽に床に寝かせましょう。前の足膝の真下にかかとが来ていることを確認したら両手膝の上です。吸って背筋を伸ばして吐きながら腰を沈めましょう。吸って両手前から持ち上げて天井方向へ。吐きながら肩の力楽に抜きましょう。余裕があれば斜め上を見て背中を反らせます。大シャープの三日月のポーズ。次の吐く息で両手ゆっくりと床へと下ろします。
呼吸を続けながら後ろの足の指を立てて膝を浮かせます。後ろの足のかかとを下ろすようにして体を画面の方に向けましょう。右の足はまっすぐ伸ばしてかかとを押し出します。膝と足先が天井方向を向いていることを確認したら両手胸の前で合掌。左の肘で左の膝をぐっと押すようにして股関節を開いていきましょう。この姿勢で体に違和感を感じる場合はお尻を床に下ろしていただいても OK です。背筋まっすぐキープしておきましょう。猫背にならないように気をつけます。両手ゆっくりと床へと下ろしましょう。お尻を持ち上げて足幅を縮めましょう。だいたい肩幅ぐらいです。両足外側45度を向かわせます。両手胸の前で合掌を作りましょう。両肘で両膝を外側にぐっと押してストレッチを深めましょう。この時も体に違和感を感じたらお尻を床に下ろして同じように行ってみてください。骨盤周りの筋肉をほぐしてくれるマラーサナ花輪のポーズです。軽く顎を引いて頭のてっぺんからお尻まで一直線を意識します。両手を床に下ろしたら、今度は左の足をまっすぐ伸ばしていきます。左足はかかとを押し出して、足先と膝が天井方向を向くようにセット。両手胸の前で合掌、そのままキープ、呼吸を続けます。右の肘で右の膝を外側に軽く押すようなイメージで、股関節の柔軟性を高めていきましょう。両手を右の足の両サイドに下ろすようにして、体を右の足先の方に向かわせます。後ろの左足楽に寝かせます。両手前の膝の上です。息を大きく吸って、吐いて深く踏み込んで、両手は天井方向に持ち上げましょう。肩の力を抜いて、余裕があれば斜め上を見て胸を開きましょう。三日月のポーズ。次の吐く息で両手ゆっくりと床へと下ろしましょう。後ろの左の足、指を立てて、お尻を持ち上げるようにして左の足の裏床につけます。前後の幅をご自身で調節します。右の足はまっすぐ前、左の足は斜め45度。骨盤が右足の先に向いていることを確認したら、吐く息で股関節から上半身を折り曲げて、床と平行になったらそのままキープします。両手胸の前で合掌。ぐらつきやすい場合は、両足の左右の幅を少し広げてあげてください。お好みで両手カップハンズで床に下ろします。さらに前屈を深めていきましょう。もちろん胸の前で合掌を続けていただいても大丈夫です。今日のご自身のちょうどいいポーズで呼吸を深めましょう。立位の片足前屈のポーズです。それではゆっくりと起き上がっていきます。両手も楽に解放したら足の向きを調整します。左の足はまっすぐ画面の方へ、右の足はまっすぐ右に向かわせます。骨盤は画面の方に向いていることを確認しましょう。吸う息で両手床と平行です。吐きながら股関節から折り曲げるようにして上半身を右に倒します。右手は軽く右の足に添えますが、体重は乗せすぎないように気をつけましょう。腹筋と背筋で上半身を支えます。左手天井方向へ、目線も左手の先を見て、
呼吸を入れていきます。取りこなさな三角のポーズ。両手は大きく広げて肩の力みを取りましょう。次の吐く息で目線前へ、吸う息で上半身起き上がってきて、吐きながら両手胸の前で合掌を作りましょう。呼吸を続けながら両足外側45度にセットします。息を大きく吸って、吐きながら両膝をゆっくり曲げていきます。呼吸を続けながら両手を大きく後ろに引いて胸を広げます。肘は90度です。見えない後ろの壁に寄りかかるようなイメージ。背中まっすぐです。次の吸う息で膝を伸ばして合掌を作って、吐く息で合掌を胸の前に下ろしましょう。足の幅を徐々に狭めていきます。両足が肩幅ぐらいの広さになったら、吸う息で両手頭の上に持ち上げて、吐きながら右に倒しましょう。二の腕越しに天井を見て、吸って真ん中に戻ってきます。吐きながら今度は左側に倒しましょう。吸って真ん中に戻ってきたら、吐きながら両手横を通ってゆっくりと下ろしましょう。大きな一呼吸です。それでは楽に座った姿勢を作りましょう。これで今日のレッスン終わります。今日もご参加いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。